メタン、僕はもう限界なのだ。人生っていうゲーム、難易度が設定ミスしてると思わないか。あら、ずんだもん。またソシャゲのガチャにでも外れたの？それとも単にお腹が空いただけかしら？もっと深刻なのだ。朝は眠いし、仕事は疲れるし、美味しいものを食べてもすぐお腹がすくし、好きな子には振り向いてもらえない。これ完全にクソゲーの類なのだ。運営に文句を言いたいのだ。いい視点ね。実はその悩み、2500年前にある王子様がすでに結論を出しているわよ。王子様。彼は人生というゲームの本質を一切見なく、つまりこの世の全ては苦しみであると定義したの。やっぱり神様公認の無理ゲーだったのだ。僕のせいじゃなかったのだ。早合点しないで。ブッダが言いたかったのは人生が絶望的だということじゃないわ。この世界のシステムに潜むバグの正体を知れば攻略法が見えてくるということなのよ。一切回復の正体はシステムバグ。まずズンダモンが勘違いしている苦の意味から正していきましょうか。苦っていうのは痛いとか悲しいとか、そういう嫌なこと全般のことなのだ。現代語ではそうね。でも仏教の言葉であるドゥッカという音にはもっと深いニュアンスがあるの。もともとの意味は車軸がずれた車輪、あるいはうまく噛み合わない状態を指しているわ。車輪がガタガタいってる感じなのだ。そう、つまり苦とは単なる苦痛のことではなく、自分の思い通りにならないという違和感や不満足感のことなの。自分の思い通りにならない。確かに人生の9割はそれなのだ。ブッダはこの世の全ての事象は自分の支配下にはないとカッパしたわ。これを諸行無常や諸法無我というのだけれど、変化し続ける世界で何かを固定しようとしたり自分の所有物にしようとしたりするからシステムに摩擦が生じるの。なるほど。僕がガチャで SSR を引こうとするのは確率というシステムに逆らおうとしているからガタが出るってことなのだ。ちょっと違う気もするけど本質は合っているわ。一切見なくとはこの世界には思い通りにならないという仕様が最初から組み込まれているという意味なの。これを理解しないまま幸せを探すのはバグだらけのソフトでハイスコアを狙うようなものね。仕様なら仕方ないのだ。でもそれじゃあ一生イライラしっぱなしなのだ。なぜ人生はバグだらけに見えるのか。メタン、仕様なのは分かったけど、どうしてこんなにイライラするバグが放置されているのだ。それはプレイヤーである私たちが割愛という名の異常な執着を持っているからよ。割愛、喉が渇いた時に水を欲しがるようなことなのだ。激しい渇きのように何かが欲しい、こうであって欲しいという強い欲求のことね。ブッダは死生体という分析の中で苦しみの原因はこの執着にあると説明したわ。執着が原因。僕が美味しいずんだ餅を食べ続けたいと思うのも執着なのだ。そうね。でも諸行無常の法則によってずんだ餅は胃の中で消化されるし、お店もいつかは閉まるわ。それなのにずっとそのままの形で手元に置いておきたいと願う。この現実のシステムとプレイヤーの願望のズレが苦しみというバグを生成しているのよ。現実がアップデートされているのに僕の脳内データが古いままだからエラーが起きてるってことなのだな。その通りよ。私たちは変化し続けるものを不変だと思い込み、自分のものではないものを自分のものだと思い込もうとする。この認知の歪みこそが人生を無理ゲーに変えている真犯人なの。つまり僕たちが勝手にシステム内のルールを期待して勝手に自爆しているだけなのだな。厳しい言い方だけどそうなるわね。でも原因が分かればデバッグ、つまり解決の方法も見えてくるはずよ。ブッダ流人生の攻略法。じゃあメタン、この無理ゲーをクリアする方法を教えてほしいのだ。攻略の鍵は諦めることにあるわ。投げ出しちゃうのだ。それは攻略じゃなくてリタイアなのだ。仏教で言う諦めるは諦める、つまり真理を明らかに見て受け入れるという意味なの。世界が思い通りにならないバグを直そうとするんじゃなくて、思い通りにならないのが当たり前という設定を脳内にインストールし直すのよ。設定変更なのだ。そう、ブッダが提唱した八正道という攻略メソッドは正しく見ることから始まるわ。今起きていることが自分の執着によるものなのか、それとも世界の自然な変化なのかを冷静に観察するの。僕がガチャに外れた時、運営を呪う前にこれは単なる確率の収束であると正しく理解すれば怒りは消えるのだな。悟りの一歩ね。何かを失った時にそもそも最初から自分の所有物ではなかったと考えれば喪失感は和らぐでしょう。苦しみを消すのではなく
苦しみを生み出す執着の回路をカットしていく。これがブッダ流のデバッグ作業よ。でも何も望まないなんてロボットみたいで寂しくないのだ。勘違いしないで。欲を全部捨てろということじゃないの。欲があることを自覚してそれに振り回されない、中道というバランスを保つことが大切なのよ。中道、極端な課金も過度な節約もしないほどほどのプレイスタイルなのだ。そうね。システムを否定せず、かといって過度な期待もせず、ただ淡々と今という瞬間をプレイし続ける。それがこの無理ゲーにおける最高のエンディングなのよ。まとめ。さて、今日は人生のバグである句について解説したけれど、どうだったかしら。人生が無理ゲーなのは僕が下手なんじゃなくて、最初からそういう仕様だったと知って少し心が軽くなったのだ。それは良かったわ。私たちが生きているこの世界は完璧じゃないからこそ工夫の余地がある。ブッダは苦しみから逃げる方法ではなく、苦しみの中でどう正しく立つかを教えてくれたの。僕も今日からずんだ餅が売り切れていてもこれも一切見なくなのだと微笑んでみせるのだ。あら、ずんだもん。それならさっき私が冷蔵庫のずんだ餅を食べちゃったことも笑顔で許してくれるわよね。なんてことするのだ。それはバグじゃなくてメタンの横暴なのだ。ほら、また執着が出てきたわよ。修行が足りないわね。修行どころかこれは新たな苦しみの始まりなのだ。皆さんも人生というゲームに疲れた時は一度コントローラーを置いて自分の執着を見つめ直してみてはいかがでしょうか。僕のずんだ餅への執着は一生でバック不可能なのだ。それもまた人間らしいルッカなのかもしれないわね。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。